ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。ここ最近は5分割法を5回に分けてお送りしていますが、今回は Day3 として足と腹筋のトレーニングをご紹介します。筋力トレーニングを初めて開始するときは、ベンチプレス、スクワット、デッドリフトといったビッグ3中心の全身法で行う人が多いと思います。そして徐々に種目数を増やしていくと、1回のセッションでは時間が足りなくなり、上半身と下半身に分けた2分割法、そして3分割法へと進んでいき、さらに上級者になると5分割法に移るタイミングになりますが、具体的なプログラムの作り方が分からず、損をしている人も多いです。そこで今回の内容は、1、5分割法のポイント、2、足と腹筋の筋肉の構造と働き、3、各種目のフォーム、4、効果的な負荷設定とセットの組み方、5、年間トレーニング計画の例。以上5点についてできるだけわかりやすく解説していきますので、これからさらにトレーニングのレベルを上げていきたい方は、ぜひ最後までご視聴ください。過去にご紹介した各種エクササイズ、完全解説の動画も参考にしていただけると、より精度の高いトレーニングができ、トレーニング効果を最大化できると思います。それでは行きましょう。このプログラムは自宅で行うことを想定したプログラムとなっています。実施にはダンベルとトレーニング用ベンチが必要になります。今回は5分割法のうち Day3 足と腹筋のエクササイズをご紹介します。1週間のプログラムは1日1部位を5日間で行うことを基本とします。大腿四頭筋は膝を伸ばしたり股関節を曲げる働きがあり、大腿部前面の厚みを形成します。ハムストリングスは膝を曲げたり股関節を伸展させる働きがあり、大腿部後面の厚みを形成します。大臀筋は股関節を伸展させる働きがあり、臀部の厚みを形成します。腹筋群は体幹を曲げたり腹圧を高める働きがあり、お腹周りの形を形成します。エクササイズを始める前に全身のスタティックストレッチ、ダイナミックストレッチを行いましょう。詳しい内容は過去の動画をご覧ください。各筋トレ種目ごとにウォームアップセットを1から3セット程度行いましょう。1種目目はダンベルスクワットです。開始姿勢はダンベルを両手に持ち、スタンスは肩幅かそれより広く開き、つま先をやや外側に向けます。下ろす動作はバランスを取りながら膝と股関節をゆっくり曲げていきます。つま先と膝は同じ方向に向け、つま先より膝が前に出過ぎないように注意しましょう。動作中は胸を張り、腰、背中が丸まらないように注意しましょう。上げる動作は大腿骨が床と平行になるまで腰を落としたら、下ろす動作と同じ軌道を通りゆっくりスタートポジションに戻ります。2種目目はルーマニアンデッドリフトです。開始姿勢はダンベルを両手で持ち直立します。足幅は腰幅くらいにします。膝をわずかに曲げます。下ろす動作は膝の角度を固定して骨盤から上体を前傾させます。背中は常にまっすぐに保ち、股関節のみ曲げていきます。ハムストリングスのストレッチが十分にされていると感じる位置まで下ろします。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道でゆっくりと上げていきます。3種目目はハーフレイズです。壁に手をつき片足で立ちます。母子球で床を押しながらかかとを上げます。かかとを下ろすときは床にかかとがつく手前で切り返すようにしましょう。反対側の足も同様に行います。4種目目はブルガリアンスクワットです。開始姿勢はベンチに座って片足を伸ばします。前方の足の位置を動かさずに立ち上がります。ダンベルを両手で持ち、後方の足をベンチに乗せます。下ろす動作はバランスを取りながら膝と股関節をゆっくり曲げていきます。つま先と膝は同じ方向に向け、できるだけ膝が前に出ないように注意しましょう。
動作中は胸を張り、腰、背中が丸くならないように注意しましょう。上げる動作は大腿骨が床と平行になるまで腰を落としたら、ゆっくりスタートポジションに戻っていきます。反復が終了したら、反対側の足も同様に行います。5種目目はシッシースクワットです。開始姿勢は片手を壁につけて立ち、下ろす動作は体幹をまっすぐに保ち、スピードをコントロールしながら膝を曲げていきます。膝を前方へ下ろしながら最大屈曲まで曲げ、大腿四頭筋をストレッチさせます。上げる動作は下ろす動作と同じ軌道を通り開始姿勢に戻ります。大腿四頭筋を最大にストレッチさせるため、股関節を伸展位に保つことを意識しましょう。6種目目はクランチです。仰向けになり膝を曲げます。おへそを覗くように上体を丸めながら起こしていきます。腰椎はベンチにしっかりつけておきましょう。クランチのバリエーションとして、体の前で両肘を持ち、股関節と膝を90度にし、そのまま肘が大腿部に当たるまで上体を起こします。腰椎はベンチにつけたまま背中を丸めるように意識しましょう。7種目目はニーアップです。長座姿勢で上体をやや後傾させ、両手でベンチをつかみ、上体を固定します。足を浮かした状態で、膝の曲げ伸ばしを行います。膝を引き上げるときに骨盤を引き上げるように意識しましょう。各種目の詳しいやり方やエラー動作等については過去の動画で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。トレーニング後はしっかりとストレッチやマッサージ等をして筋肉をほぐしましょう。セルフケアのやり方についても過去の動画で紹介していますので、そちらをご覧ください。効果的な負荷設定とセットについてです。まずステップ1。重さ 20rm。1セットあたりの回数15回。セット数は3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20rm。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15rm。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。週間頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。初めて筋トレを開始する人は必ずステップ1から行ってください。各種目のウォーミングアップセットを1から3セット程度行ってからメインセットに入ってください。各セットの回数は潰れるまで行わず、あと 1,2 回できるところでやめてください。自宅でのトレーニングでは、ジムで行うような高重量でのトレーニングができないため、トレーニングボリューム、すなわち重さ×1セットあたりのレップ数×セット数を大きくすることを心がけましょう。年間トレーニング計画は、まずステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月行ったら、またステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になればもっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、今後の配信を見逃さないようにチャンネル登録、高評価をぜひお願いします。この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄へお願いします。公式 LINE や Instagram、X からも OK です。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容がありましたらぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。